こんにちは、月島です。今回は2025年9月19日に発売になるソニーの新しいモニターヘッドホンを先行体験レビューする機会を得ることができました。ヘッドホンの名称は MDR-M1 で密閉型のモニターヘッドホンです。MDR-M1 の主な特徴は広い帯域を再生可能な新しい専用設計のドライバーユニットを搭載、密閉型音響構造でレコーディングやミキシングに対応、クリエイターと作り上げたサウンド、柔らかく厚手のイヤーパッド、着脱式ケーブル、交換可能なイヤーパッドなどです。この動画ではこれらの特徴を私のできる範囲でチェックしていきます。また私は普段楽曲のレコーディングやミキシングを主に自宅の DTM 環境で行っていますので、その知識も活かしていつも使用している赤帯や青帯との比較もしてみたいと思います。目次です。開封と内容物の確認、ヘッドホン各部の特徴と主な仕様、密閉型ヘッドホンのメリットとデメリット、音漏れのチェック、空気録音、楽曲のミキシングに使用してみた感想、最後にまとめです。パッケージの正面にはヘッドホン本体が印刷されています。パッケージ裏面の左上には主な仕様が記載されています。右上には付属する2種類のケーブルと長さが記載されています。また右下には保証書在中と記載されています。このモニターヘッドホンには1年間の保証があります。それでは開封します。内容物をすべて取り出すことができました。ヘッドホン本体、着脱式ケーブル 1.2 メートル、2.5 メートル、変換アダプター、取扱説明書と保証書です。MDR-M1 のハウジングには青いステッカーが貼られていますので、パッと見た感じは青帯とそっくりです。ただ近くで見てみると帯のサイズや色味、フォントは違うものです。またハウジングのサイズは青帯と比べると MDR-M1 の方が一回り大きいです。MDR-M1 は直径約 6.2 センチです。青帯は直径約 5.8 センチです。そして MDR-M1 は密閉型のヘッドホンですので、ハウジング部分に穴が開いていることはなく閉じられているデザインです。ちなみに開放型ヘッドホンである MDR-MV1 はハウジングに穴が開いていて、あえて外に音が漏れるような構造をしています。そして MDR-M1 のハウジングにはビートレスポンスコントロールというポートが設けられています。このポートが低域における通気抵抗をコントロールして振動板の動作を最適化し、リズムを正確に再現してくれるようです。リズム感がはっきりするのは重要なことですので、ありがたい機能だと思います。MDR-M1 はこのヘッドホン専用開発のドライバーユニットを搭載しています。振動板は低音を再生するための柔らかさと高音を再生する硬さを兼ね備えているようです。そして MDR-M1 の再生周波数帯域は 5Hz から 80,000Hz です。MDR-M1ST や MDR-MV1 と同じだけの再生周波数帯域が備わっています。一般的に人間の耳が聞き取れる周波数の範囲が 20Hz から 20,000Hz と言われていますので、それを大きく超える音が再生されることになります。ちなみに赤帯の再生周波数範囲は 5Hz から 30,000Hz で、青帯の再生周波数範囲は 5Hz から 20,000Hz です。これは人間の聞き取れる必要十分な範囲内の周波数です。イヤーパッドの素材は低反発ウレタンフォームです。耳へのフィット感や長時間のレコーディング、ミキシング作業でも快適な装着感を実現するために厚くて柔らかい形状をしています。そして厚みに関してはもう一つ理由があります。
それは楽曲の音を俯瞰して聞くために音源と耳との距離を取れるように厚みを設けているそうです。イヤーパッドのサイズは外寸縦約 9.5 センチ、横約8センチ、厚さ約 2.4 センチです。内寸は縦約6センチ、横約 4.5 センチ、厚さ約 1.3 センチです。実際に装着してみると、イヤーパッドの程よい質感とクッションが耳全体をふわっと包む感じで心地よいです。ちなみに赤帯や青帯の場合は、イヤーパッドの内寸が縦約 5.5 センチ、横約 3.5 センチ、厚さ約1センチです。MDR-M1 と比べると内寸が狭いことにより耳の上部と下部が押しつぶされるような感じになります。長時間使用していると耳が痛くなります。さらに私はメガネを使用していますのでより辛いです。MDR-M1 のイヤーパッドの付け心地を比較して考えた時点でこの MDR-M1 を購入する価値があると私は思いました。ヘッドバンドの幅は頂点の部分で約 4.4 センチです。青帯は約5センチありますので、比べてみると約6ミリほど細いです。ヘッドバンドの長さは約24センチです。そして頭と触れる部分のクッションは柔らかくて厚みのあるものが装備されています。厚みは約2センチほどあります。青帯は約6ミリくらいの薄いクッションで、装着するとヘッドバンドが頭に当たっているという感じですが、MDR-M1 の方はふわっと乗っているという感覚です。そしてヘッドバンドの長さを調節するスライダーはクリック感があるもので10段階に設定できます。1メモリが約 4mm ですので、メモリを最大の10にすると片側で約4センチ伸びることになります。ヘッドバンドの伸縮は青帯や赤帯と同じような機構ではありますが、比較してみると作りと滑らかさは MDR-M1 の方が全然良いです。ヘッドホン全体で長さを見ると、ヘッドバンドのメモリが0の時は約20センチで、メモリが最大の時は約22センチです。また MDR-M1 はハウジング部分を90度曲げることができるスイーベル構造というものが採用されています。これはヘッドホンの厚みを減らすことができますので、収納時に効率的です。他にヘッドバンドの良い部分を挙げると、赤帯や青帯の場合はハウジング部分上部に細いケーブルが露出していますが、MDR-M1 は露出していません。これは断線のリスクが少なくて安心感があります。ケーブルは着脱可能タイプです。左側のハウジング部分にセットしますが、ネジ式のロック機構になっていますので、間違えて引っ掛けてしまってもケーブルが抜けてしまうことはありません。そしてコネクターの接触が悪くなったり断線してしまった場合も簡単に新しいケーブルに交換できます。また音響機器に接続する側のコネクターは 3.5mm ステレオミニプラグですが、 6.3mm 標準プラグへの変換アダプターが付属します。またケーブルのコネクター部分もソニーと刻印された簡単に断線しないようなしっかりとしたものが装備されている印象です。赤帯のコネクターと比べるとだいぶ安心感があります。また MDR-M1 は 2.5 メートルと 1.2 メートルの長さの違う2本のケーブルが付属します。使用環境に合わせて長さの違うケーブルを選択すると良いと思います。私の DTM 用のデスクでは 1.2 メートルがちょうど良い長さでした。MDR-M1 の重さは約 216g です。ハウジングやヘッドバンドが大きくしっかりしている割には青帯などとほとんど変わらない重さです。専用設計ドライバーユニットで超高帯域再生、密閉型音響構造、ビートレスポンスコントロール、クリエイターとの競争、柔らかく厚手のイヤーパッド、着脱式ケーブル、交換しやすいイヤーパッド、収納しやすいスイーベル構造。
閉型ヘッドホンの1つ目のメリットは完全ではありませんが、ほとんど音漏れしないことです。そのためレコーディングをするときに重宝します。例えばボーカルを録音するときにモニター用にオケを流しますが、そのオケの音がヘッドホンから漏れてしまうと近くにセットしてあるマイクが拾ってしまいます。そういった時に密閉型ヘッドホンが活躍します。2つ目のメリットは、楽曲をミキシングするときに1つの楽器だけの音をよく聞いてイコライザーやコンプレッサーをかけたい時などに密閉型ヘッドホンを使用すると音を整えやすいと私は考えています。ただこれは私の好みですので、開放型ヘッドホンの方がやりやすいと感じる方もいると思います。そしてデメリットは、ハウジングが密閉されていてドライバーから音がダイレクトに耳に伝わるために低音がこもりがちになる点です。そのため楽曲のミキシング時にたくさん音を鳴らして全体のバランスを取りたい時などは不向きな傾向があります。実際に私もミキシングしていてそのように感じます。ただ MDR-M1 はビートレスポンスコントロールというポートが設けられていて、リズムを正確に再現する機構があります。楽曲のミキシングにおいて低音の分離感はとても重要なものになりますので、これは期待したい機能だと思います。そして MDR-M1 は様々なクリエイターと綿密なコミュニケーションをとり開発されているヘッドホンですので、とても良いものだと私は感じています。これから実際に試してレビューしていくのが楽しみです。ボーカル録音を想定して私の口の近くにコンデンサーマイクを設置しました。これから音楽を再生して MDR-M1 からどのくらい音が漏れるのか確認してみたいと思います。以上のようになりました。結構大きな音で音楽を再生しましたが、音漏れはかなり防げていると思いました。ヘッドホンから出る音をバイノーラル録音してみたいと思います。ただこれは私の実質で行う簡易的なもので、完璧な収録方法ではありません。参考程度に留めておいてください。それぞれのヘッドホンによって以上のようなサウンドの違いが見受けられました。MDR-M1 を使用してまず最初に感じたのが低音の明瞭さと分離の良さです。ドラムのキックの音が青帯や赤帯と比べると明らかにクリアに聞こえます。キックとベースギターの音はよく被りがちなのですが、どちらの音もしっかりと捉えることができました。そして中域から高域にかけての空間がとても広く感じました。右や左に振ったエレキギターやアコースティックギターなどがミキサー画面のパンニングの数値よりも良い意味で広がって聞こえる印象を受けました。これも赤帯や青帯と比較してみると、その広がり方は明らかに別物です。やはりこれは新設計ドライバーの性能と厚いイヤーパッドによりドライバー自体が耳から少し離れる設計であることが成功していると思います。また高音域の 10,000Hz から 20,000Hz で鳴るパーカッションのシェイカーの音なども他の音に紛れずに分離よくしっかりと聞こえました。特に高域は再生周波数帯域に余裕がありますので、しっかりと楽器の音を再生してくれていると思います。
以上の感想を踏まえると MDR-M1 を使用した場合、低域、中域、高域と非常にバランスよくモニターすることができました。普段私が使用している赤帯や青帯と比べてしっかりと聞き分けることが可能でした。リスニングに関しても楽曲のミキシングで感じた通りの印象で、空間の広がりと分離感の良さが素晴らしいと思いました。MDR-M1 をリスニング用途で使用しても十分な性能があると感じました。また、青帯や赤帯と比べて装着感が優しいというのも良いポイントだと思います。私は気持ちよく音楽を楽しむことができました。今回新発売のモニターヘッドホンを先行レビューとして自宅でじっくりと試す機会をいただくことができまして、関係各所の方々には大変感謝をしています。MDR-M1 を体験してみたところ、音の広がりや低音から高音までの素晴らしい分離感と緻密なサウンドに圧倒されました。楽曲のアンサンブルの中で聴きたい楽器の音をすぐに見つけやすい印象を受けました。何か余裕を持って音楽を再生している感じがしました。またヘッドホンの装着感もとても良かったです。そして今回赤帯や青帯とじっくりと比較することができたことも私にとってとても参考になりました。青帯からのステップアップとして MDR-M1 を購入してみても良いのではないかと感じました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。